ですから一旦我慢しておいて、後から代償的に違う形で。こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、本日は自律神経を鍛えるというテーマでお話しします。交感神経と副交感神経のバランスが崩れる、乱れることによって自律神経失調症や、さらにそれが進むとうつ、パニック、不安障害、更年期障害のような症状が出てくる可能性がありますが、この自律神経のバランスが乱れる原因というのはストレス、そして特に精神的ストレスが主な原因になっていると考えられます。そしてこの精神的ストレスですけども、言葉を変えて表現しますと、体に溜まった感情のエネルギーというふうに私は表現しています。例えば怒りの感情とか悲しみの感情をぐっと我慢して体に溜めている、そういう状態になっています。そして本来ならこの感情ですね、感情を出せばこの交感神経も副交感神経もきっちりと働けるようになるんですけども、ただ円滑な社会生活ですねを送るためにしょっちゅうその感情をですね、腹が立ったら怒りを出したり、悲しくなったら泣いたりっていうようなことはできないと思います。ですから一旦我慢しておいて、後から代償的に違う形でその感情を出すという行為が必要になってきます。例えば怒りの感情を我慢している、そういう時は闘争逃避、つまり攻撃の交感神経の感情エネルギーが溜まっている状態というふうに考えられます。ですからこのエネルギーを外に解放するためにですね、発散するためにスポーツやカラオケやオーケストラですね、そのように体を動かしたり声を出したりというようなことが必要になってきます。基本は声と筋肉運動ですね。これを声だけよりも筋肉運動だけよりも両方いっぺんにしていただいた方がより効果的です。そしてその時ですね、この怒りの感情エネルギーを代償的に高めて出しているというふうに意識していただいた方がより効率的、効果的になります。このように怒りの感情を違う形で外に出すというのは交感神経を鍛えている状態と思っていただければいいと思います。そしてもう一つ、感情で大きなものの一つに悲しいをこらえている人の場合ですね、人はストレスを感じると副腎からコルチゾールという抗ストレスホルモンですね、ストレスに対抗するためのホルモンが放出されます。このコルチゾールが体に溜まりすぎると自律神経に負担がかかり、自律神経失調症や、さらにはうつ、パニック障害、不安障害、不眠、また更年期障害などのような症状が出てきます。ですからこの溜まったコルチゾールを体の外に出したいんですけども、一番いい方法が涙を流すということです。この涙を流すことによって体内に溜まったコルチゾールが一緒に流れ出ますので、涙を流した後すっきりしたと感じる方が多いのは、このように生理的な作用もあるからです。そしてこの涙は悲しいことで泣かなくても嬉しいことで、例えば感動する映画とかドラマを見て涙を流すというのも効果的です。むしろこちらの方が体にはいい作用を施します。なぜならこの涙を流す行為ですね、泣く行為っていうのは副交感神経を鍛える行為と、さらにですね、副交感神経というのは良好な関係を作る機能というのも兼ね備えています。ですから涙を流すことによってこの副交感神経が鍛えられて、無意識にですね、人とのつながりを感じるようになります。そしてこの自律神経というのは誰が主人公かわからないですね。自律神経は時間の感覚もないですし、現実か空想かの区別もつきません。ですからそういうドラマですね、感動系のドラマとかを見て自分が主人公と重なり合うというのは非常にいいことになります。またそういうものを見てあまり感動しない方でも、そういう映画とかドラマを見続けることによって感動する力が育ち、豊かな人生を送ることができると思いますので、ぜひ続けてみてください。はい、以上ですね、交感神経と副交感神経のバランスを整えてさらに鍛える方法を紹介しました。最後に
復習でまとめてみますと、交感神経と副交感神経のバランスを整えるというのは、交感神経と副交感神経を鍛えるということにつながってきます。そして交感神経を鍛えるときは怒りの感情を出す、つまり声と筋肉運動ですね。そして、副交感神経ですね。副交感神経を鍛える方法というのはもう涙を流す。これはもう感動でもいいですし、嬉し泣きでも構いません。感動して涙を流す、嬉しいことで涙を流す。ですからそういう感動系のドラマとか映画とかですね、そういうものを見ていただいて、できれば週に1回ぐらい涙を流すようにしていただければ。最近の脳科学の分野では週に1回号泣ですね、もうむせるほど号泣するのがいいという研究報告もあります。はい、本日は自律神経の鍛え方というテーマでお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報、うつ、パニック、不安、不眠などを含みます。自律神経を整えるさまざまな改善方法、エクササイズ、ワーク、思考の切り替え方、心理学などを紹介していきます。それらを見ていただいて改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にお知らせです。裏チャンネルでは公の場ではちょっと話せないなというような医療業界の裏話的な内容も含めてお話ししています。これはメールマガジンに登録していただいた方のみにお知らせしています。メールマガジンの登録方法は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらから登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。映画をそういう映画とかドラマを見続けて